手洗い洗車なら傷がつかない、あれ実は嘘です。正しいやり方を知らずに洗車すると自分の手で傷つけてるだけなんで、今回は洗車機ゼロを極めたコーティングのプロショップ岐阜のニューフロックに潜入し、素人と洗車のプロとの決定的な違いを全て盗んできました。愛車を新車レベルで維持したいなら、今から説明するやり方をそのまま真似してください。お久しぶりです。お久しぶりです。この前はオートメッセでひたすら磨いてもらいまして、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。で、ちょうど今日で1ヶ月ぐらいそうですね、大体1ヶ月あったと思うんで、はい、でそれの初回のメンテナンスというか、でちょっと来させてもらったんですけれども、ありがとうございます。遠方から。じゃあちょっと早速車の汚れ具合見てもらいたいんですけど。見ていきますか。でもパッと見めっちゃ綺麗ですよ、パッと見めっちゃ綺麗ですか？めっちゃ綺麗ですよ。1ヶ月ですよね。ちょうどだってあれが7月の20日ぐらいでしたっけ？ですよね。今が8月23なんで。そうですよね。ほぼ1ヶ月。いや全然綺麗。やっぱりホコリとかは乗ってますけど、やっぱりいいコーティングをしてる。いやそうですよね。分やっぱりと、あと大阪から走ってきてくれたんで、虫がそうですね。結構高速は乗ってきたんでそうですよね。普段走っててもやっぱり少し手垢がちょっとついてたりとか。でもそう手垢がね、ちょっとお盆休みで人を乗せてたんで、みんな気にせずねピアノブラックのとこ触りはるんですけど嫌やなって思いますよねやっぱどうしてもこの辺とか指紋ついちゃいますもんね。このそうですよね。こういうところとか。あとホイールの中にダストがちょろっとあるぐらい。全体的には綺麗です。全体的に綺麗で。ただやっぱり普段走ってるとやっぱ雨が降ったりとか、車の排気ガスだったりとか、空気中のホコリだとかでやっぱり見えない汚れってついてると思うんで、その辺も 3pH 洗車して見えない汚れを取りながら軽メンテナンスするって感じでいいかなと思います。わかりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。そしたら今からホイールを洗っていくということで。そうですね。まずホイールから洗っていきます。はい、よろしくお願いします。今走ってきてもらったんで結構熱持ってると思うんで、ちょっと冷まします。はい、熱持ってる状態でやっちゃうと溶剤が焼けちゃったりするんで。やっぱそういうところもあるんですね。そうなんですよ。だから結構あちあちなんで、やっぱりスイスポだからダストがついてますね。ブレーキパッドが結構ダスト出るやつなんで、それもあるかもしれないですね。そういうことっすね。はい、まず全体的にバーッと振りかけて。その今かけてるやつは何なんですか？これラボコスメティカのダクティレ。ラボコスメティカのダクティレ。振りかけてちょっと置きます。ちょっと置きます。はい。汚れがついててそのままいくとホイール傷入るんで、ちょっと置いて一旦高圧で流してからシャカシャカいきます。なるほどなるほど。じゃあ次ついてるブレーキダスト取っていきます。なるほどなるほど。ブラシにかけて、ブラシにシュッシュってやって、でさっきのスプレーかけて一旦ちょっと待ってから流して、で今度はこのブラシで洗っていく。ブラシで洗っていきます。結構泡立ちいいですね。そうなんですよね。意外と泡立つんですよ。だってスプレーちょっとかけただけですもんね。筆に意外と泡立つんですけど、今この時期は半分ずつとかできます。乾くと良くないんで。一応お店として安全性の高いものを選んで使ってはいるんですけど、それでもちょっと気を使ってってことですね。そうですね。気を使ってリスクを回避していくようにはしてるんで、でこのまま奥洗います。もう奥は一気に洗えるように、このままもうスプレーでかけちゃうんですね。先に振りかけちゃいますもん。その洗い方効率的ですね。なんかそうですね。狙いたいところにかけれるしでそれをこのブラシでこするっていう。そう奥は時間かかんないんで一気にいけるんで。表はやっぱり複雑だったりすると時間かかるんで溶剤焼けが怖いんですけど、奥はもう一気にいっちゃって一気に流しちゃいます。で最後にこうかけて流すだけのコーティングを入れるので、これは撥水コーティング的な感じなんですか？そうですね。撥水で汚れづらくもなるので。確かに結構水はじきが。そうなんですよ。かけただけですよね。そうです。すごいなこれ。一応この簡易コーティングはルミナスのアクアっていうやつで振りかけて流すだけのセラミックコーティングになるのかな。簡易的なセラミックコーティング。かけただけでこんな撥水するもんなんですね。そうですね。さっき弾いてなかったですよね。そうですね。ちょっと若干弾いてたんですけど、やっぱり弱かったというか。で中なんか弾いてなかったんですけど、これ振りかけただけで。すごいですよ。水が。そうですね。ちょっと多分カメラやって暗くなってるのかなでこれがホイールってこの形状で拭き上げって結構大変なんで、弾いてるとエアーだけで
綺麗に。あ、そういうことですよね。そうです。それがすごい楽になるんで。撥水してると拭き上げが楽と。拭き上げも楽ですし、やっぱり汚れづらいしっていうところでメリットしかないと。そう、まあ付属してます、うちの洗車には必ず。いいですね。ありがとうございます。なんかタイヤめっちゃ弾けませんこれ？なんかしてます？なんかね、1ヶ月ぐらい前にラボコスのネロっていうタイヤのワックスコーティング。ああ、タイヤコーティングですね。弾いてますか？弾いてるですね。なんか耐久1ヶ月ぐらいって聞いたけど、まだバチバチ弾いてる。いや、そうですね。もう1ヶ月以上経ってますね。全然弾いてますよ。すげえタイヤ黒々してるし。ああ、そう、特に洗車もしてないんでいいですね。いいっすね。普通に弾いてる。ネロです。だって高圧流した時点でもタイヤの汚れないんで、タイヤブラシでこする必要がないんですよ。あ、そういうことか。だから前だから1ヶ月前に思いっきりタイヤを洗って、でその上にネロタイヤコーティングになるのか。だからそこの汚れがつかんから、そうですね。高圧で流した時にもうタイヤ綺麗です。綺麗になってると。いいっすねこれ。まあタイヤもコーティングしといた方が良さそうですね。いいっすね。じゃあとりあえず今ホイールが洗浄し終わったんで、今度はボディをまず冷やしていって、その冷やしながらどこにこうどういう汚れがついてる、例えば前に虫汚れがいっぱいついてるとか、そういうのを確認しながら冷やしていって、でまあ時にはその汚れに対応した溶剤使って、その汚れを先に落としてからプリマス使ってアルカリのプレウォッシュをしていきます。はい。プリマスは何汚れに対して有効なんですか？プリマスはそれこそ今言った虫汚れとか、その油分的な汚れとか、はい、ピッチタールとか、はそういう汚れに、はい、まあ基本的に傷の原因になるような汚れに結構有効なんで、うちは 3pH じゃなくてスタンダードの洗車でも一発目はプリマス入れます。傷の汚れになるってことはやっぱ砂とか。そうですね。そういうのもやっぱり浮かして落としてくれるんで、砂虫、油汚れ、その他もろもろ。そうですね。ピッチタールとかもやっぱり引きずるとビーって黒いの伸びるんですよ。はあ、そうなんですね。そういうのもプリマスで結構軽減してくれるんで、もううちはもうまず第一にプリマスアルカリプレウォッシュ入れて、スタンダードの洗車、普通の洗車でもそうですね、スタンダードでも絶対あると。まずはプリマス入れていきます。わかりました。じゃあ一旦じゃあ全体に水かけて見ていきますか。お願いします。めちゃくちゃ弾くんだけど。めちゃくちゃ弾いてますか？やば。やばいですか？やばいっすね。まあ僕がコーティングしたわけじゃないですけどね。塗ってもらったんですけどね。めっちゃ弾く。オートメッセで塗ってもらったやつですよ。そうっすね。だってないじゃん。ここ汚れてたですけど。汚れてましたよね。下のなんか汚いやつ。飛んだ気がします。飛びました。何っぽい？鳥糞の跡かな。あ、本当や、ここ。鳥糞っぽいですね。今高圧で一旦流してみたんですけど、やっぱり大阪から走ってきた分表面に虫汚れついてたんですけど、ほぼほぼ高圧で飛んじゃったんで高圧で飛びました。そうっすね。コーティングがやっぱりいいので、高圧で飛んじゃったので、若干残ってるんですけど、このぐらいだったら全然もうプリマスで取れちゃうんで、本来だったらくっつきすぎてたらさっきホイールで使ったダクティレでちょっとつけ置きしてもう一回流して飛ばすっていう方法をするんですけど、それいらなそうなんでそのままプリマスできます。わかりました。じゃあお願いします。これとりあえずぶっかけて何分ぐらい放置なんですか？5分ぐらいは置くはずなんですけど。5分ぐらい放置でこの泡が勝手に洗ってくれると。めちゃくちゃ張り付いてますね。これはマジでラボコスだからです。すごいですね。雪みたいになってますね。じゃあ流していきます。OK ですね。めっちゃ弾くな、本当。それじゃあ今高圧で流し切ったので、今度酸性のプレウォッシュをしていきます。酸性のプレウォッシュで水垢、スケール汚れ、見えないスケール汚れっていうんですけど、それで撥水が阻害されたりしてるんで、それを除去して撥水を戻していく感じですね。今のアルカリでもう目に見える汚れは砂ぼこりとか虫とかもうないんで取れたので、次は酸性でアルカリで取れない汚れを除去していきます。はい、お願いします。
でこの酸性プレウォッシュの時は細かいところを筆で汚れを落としていきます。タッチしないと取れない汚れっていうのがあるんで、それをまあ筆で落としていく感じですね。で1回目になぜしないかっていうのは、さっき言ったアルカリの時にその傷となる原因の汚れを落として、1回目の時に傷となる原因の汚れを落としてから筆で触るっていうことで傷がだいぶ軽減されるので、そういうことですよね。アルカリレーザーで基本的に砂とか硬い系のあれは全部落ちてるので、今やってもまあ大丈夫だろうっていう感じで。やっぱグリル洗いにくいですよね。グリル結構大変な形状してますね。いや大変な形状なんですよ。そうそうそう。ここが一生時間かかるんで嫌いですね、このグリルが。本当にこの車。あと吹き上げもめっちゃしんどいんですよね、そこ。まあ最後ちょっとブロワーするんですけど、ブロワーでいい感じに飛ばす方法をじゃあ最後に。そうですね。やっぱブロワーの方が早いですか？早いけど、使い方を間違えると、一生水垂れてくるんで。あ、そういうことですね。じゃあその垂れない方法というか、垂れないプロが教える垂れない方法をそうですね。伝授していただけるということで、ちょっと最後のことを言います。ありがとうございます。筆でそういうところをやってあげると。で、まあ筆2種類持ってるんですけど、ちょっと細いですよね、そっちの方が。これちょっとコシがある感じで、これがめっちゃ激ヤワみたいな。激ヤワなんで激ヤワでここ行くと届かないんですよ。汚れが残っちゃうんですよ。でこういうコシがあるやつでこういうところ隙間を洗ってあげると。でこういうところもちょっと上げながら中まで洗って。はい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 。普通のあれミットやったら入らないですもんね。そうなんですよ。ミットで洗えないところをこれで洗っていくって感じです。先に。そうです。とことかですね。絶対入らないですね。普段の洗車でそこまで洗う人なかなかいないんちゃいます？なかなかいないかもしれないです。僕洗ったことないんで。給油口の中まで行くんですね。中まで行きます。これがでもなんか刺すタイプあるじゃないですか。あれだと僕はちょっと触らないです。ちょっと怖いですね。あれは。これであれですかね、酸性の泡流し終わったんで。そうですね、酸性流し終わったんで、今度はコンタクトウォッシュをしていきます。まあコンタクトウォッシュの注意点というかなんというかなんですけど、まあうちはまあよく見るやつを使ってると思います。ムートンと、こっちムートンじゃないんですよ。でもこっちはマイクロファイバー使ってます。っていうのが、まあまずとりあえず上から洗っていきますね。二刀流ですか？そうですね。で横の時に効果を発揮するというか、このマイクロファイバーが。なるほどですね。なんでまず上を洗っていきます。でここまでの工程で基本的にもう汚れ落ちてるんで、浮いてる、落ちてるというか浮いてるんで、もうほんと撫でるだけで大丈夫で、一回一回しっかりミット洗いながら。このムートンって割と傷つくとかいろいろなんかありますね、ネガティブなことを言われがちなんですけど、しっかり汚れを浮かして汚れを巻き込まないようにこう毎回こう洗ってやるとそんなことはないので、一度使ったらもう絶対洗いながら。やっぱさっきの泡2種類だけで落ちない汚れもやっぱある感じですかね？そうですね、やっぱりまあ浮いてはいるんで、触れば落ちるんですけど、例えば別に指で触っても落ちるレベルではあると思うんですけど、まあね、ほぼほぼ落ちて、さらにさっきの2段階でもうふやけてるから落ちやすくなると。そうですね、いうことですよね。だからこのタッチで全然こんな優しいタッチでいけるんですけど、そうこれがやっぱりゴリゴリしないといけないとかだと傷がつくんで、そうですよね。ここまでの工程で汚れを浮かして落として、できるだけ落としてっていうのをしていくっていう。でここは二刀流の意味なんですけど、やっぱり下の方を触ると泥がつくじゃないですか。泥とかまあ落としてるって言ってもやっぱりこのタイヤハウスのとことかついてるかもしれないから、それを巻き込まないように二刀流なんですけど、まあこう上から洗っていって、こう下触っちゃってるんですよ。もう今下触りました。今ここ来ました。ついてるかもしれないから、この左手で洗えてない部分をカバーしていく。でまたバケツの中でゴシゴシ洗って砂落としてもう一回いくと。そうですね。こう下までもう一気にいっちゃうんですよ。一気にいっちゃって、でドアノブここ洗えてないですよね。そうですね。けどもうこれもしかしたら泥がついてるんで、左手でをカバーしていってやる。二刀流のメリット、そこですか？これがムートンだと毛が抜けて挟まったりするんですよ。ここに。いやよくあるんですよ。それよくあるんですよ。だからマイクロファイバーなんですよ、左手。だからそうかそうか。引っかかりやすそうなところはマイクロファイバーで。そうです。まあ使い分けてパーツごとにミットの使い分けをするというプ
プロですね。じゃあ両方マイクロファイバーでいいじゃんって思うじゃないですか。そうそう今思いましたよそれ思うじゃないですか、でもこっちの方が汚れのかき取り能力が強いんで、基本的に右手でこう洗っていって、カバーするとこだけそのマイクロファイバーをここは絶対洗えてないんで、今のだとここだけマイクロファイバーでカバーしてやるっていう。なるほど。基本的にはムートンの方が除去力は強いみたいな。そうですね、汚れを絡め取る力がやっぱり強いんで、ムートンを基本的には使っていくんですけど、でも今下触ったのでもう触りませんと、っていうのを繰り返していくだけっていう、で細かいところはさっき筆で洗えてるんで、もう大丈夫なので、もう大まかなこの面を洗っていくだけです。じゃあ今ミット終わったんで、このまますぐ流していきます。お願いします。で高圧ではどっちかというと隙間に入ってる泡を流していく感じです。で最後に純水ですすぐので、この時に全体的にきれいに流すって感じですね。仕上げで純水できれいに成分とか残らないように、こっちの方が水量が多いんで成分が残るリスクがだいぶ軽減されるんで、純水で最後にきれいに流してしまう。純水使うメリットって何なんですか？純水は一般的に言われるのは水垢つかないとかよく言われるんですけど、水垢はつくんですけど、軽減はされます。つきにくいと。つきにくいし、普通の水に比べてお店で洗車するっていう性質上、帰りに走ると水が垂れてくるんですよ。いやそうですね絶対垂れてくるんですよ。どうしても絶対垂れますよね。特にミラー下とか。そうですね、どうしても絶対防ぎきれないんで、それが垂れてきた時に純水の水染みだったら拭き上げだけで抜けるんですけど、これが普通の水道水とか井戸水だと、拭き上げじゃもう取れないシミになっちゃうので、それは取り返しがつかないこともあるので、それを防ぐために純水を使ってます。どうですか？撥水してますか？撥水えげつないですね。えげつない撥水がえげつないですか？えげつないですね。すごくないですか？いや気持ち悪いですねなんか全部落ちていくんで。全部落ちますね。何これ？これブロワーで多分ほぼ落ちます、ね。そうなんですよ。ブロワーで基本的に落ちますね。基本的にうち撥水する車だとブロワーでほとんど飛ばしてしまうんですよ。撥水しない車だと大判タオルとか使うんですけど、できるだけ摩擦を減らしたいんで。確かにな、風やと摩擦で傷入らないですもんね。そうです。なんで風でほとんど飛ばしてから最後クイックディテーラーとかでその汚れを取りながら軽い保護をしてあげるっていう形にしてるんで、撥水する車だとより傷のリスクを防げますね。防げると。いやしかしすごいですねこれ。すごいですね。水が残ってないですねボンネットにはい、じゃあ今からブロワーで水滴を飛ばしていきます。はい、お願いします。グリルってブロワーとかって使われます？使いますね。使う時ってどう使うか、どう考えて使ってるというか。もう何も考えずにひたすら風を当てて上からバーって当てて。そうですそうです。ですよね。大概そうだと思うんですけど、グリルって後から水が降ってくるじゃないですか、風当てても。そうなんですよ。なんか走ったらちょっと下のねリップに水の跡がついてたりとかはしますね。っていうのが今も多分垂れてると思うんですけど、この下にやっぱ水がついてるのが垂れてくる。だからグリルを風で飛ばす時は下から当ててやるんですよ。下からザッと当てたやつだけで、上のも飛んでいくんですよ。そういうことか。だから上からやと下のやつが残っちゃうから、そうです。こう斜め下から上に向けて風を当ててあげると飛ぶと。そうですね。でそれでついでに上のも飛ぶんで、で残るは残るんで最後上から。なるほどね。なるほどなるほど。これで完全に落ちていくんです。落ちましたね。で多分あとはナンバーなんですよ。ナンバーはどうしようもないです。この裏に水がいるんで。そうナンバーはどうしても垂れてくるのは防げないんですけど、しゃあないですよね。そこはグリルはこれで防げます。でかつ一応純粋なんで垂れてきてはなりにくいかなって感じですよね、水染みには。そうですね、水染みにはなりづらい。もっと結構複雑なやつとかもあると思うんですけど、そういうのもちょっとそういうオーナーさんがいたら下から当ててるのを試してもらって、下から上に風を当てて、で最後にザッと上から当ててやると、でそれでもう完璧と。完璧です。ありがとうございます。じゃあ今ブロワーで飛ばして引き上げするためにこの部屋に持ってきたんですけど、水滴ないんですよね
あれタオルってまだ使ってなかったですよね。まだ一切使ってないんですけど、なんかいらないぐらい。もう残ってないですもんね、パッと見に。そうですね。もう多少ちょっと垂れてるところはあれどほぼない。フリルもやっぱさっきの教えてもらったやり方でやると、そうですね。まあ結構さっきここ入れてとか、まあ動かしたりしてるんで、振動とかもやっぱりあるんですけど、ね、垂れてないですもんね。そうですね。やっぱ垂れてないんで、やっぱ下から上に向かってそうですね、ブロワーの風を当ててあげるのがいいということですね。そうです。はい。じゃあまあどっちにしても仕上げに QD クイックディテーラー使いたいんで、はい、こちらパーフェクタをもう、はい、オールラボコスで、ラボコスのコーティングなのでやっぱり、はい、パーフェクタを使っていきます。お願いします。こちらはシュッシュとして拭き上げるだけなんですごい楽なんで。これなんで拭き上げと同時にそれツヤ出し剤、そうですね、汚れを取りながら、まあ、軽い保護もしてくれる、ツヤ出たりとか、撥水がちょっとついてたりとかっていうものなんで、まあ、これでこの QD 管理ってよく言うんですけど、 QD 管理をしてやると、そのミルフィーユっていう、こう汚れ水垢汚れ水垢っていう、ミルフィーユ水垢っていうんですけど、そういうのにもなりづらいですし。QD も水垢を落とす効果はあるんですか？ありますね。結構いろんな種類があるんであれですけど、パーフェクト確か酸性だったと思うんで、弱酸性だったか酸性だったかだと思うんで、それこそ水垢を落としてくれますし、その汚れになんだろう、油分汚れが多い車だとやっぱり普通のこういう酸性系とかより普通の QD の方が良かったりとか、その車の状況に応じて使うものは変えてやるのがいいと思います。いや綺麗ですね。ピカピカですね。すごいですね。いやすごいですね。いやまあやってくれたんですけどね、まあこの前車の下に潜って磨いてましたもんね。磨いてましたね。大変ありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。いや乗りたくないですね、こんな綺麗があったら。でも帰り虫引いちゃいますよ。いやそうなんですよ、帰り高速で帰りますんで。いやでもやっぱり虫引いても最初の高圧の時みたいにこうスルッて取れてくれるんで、やっぱその下地のコーティングが強いと汚れも落ちやすいっていう。そうですね、めちゃくちゃ違いますよね。やっぱりあれがコーティングしてない車だと、虫を取るために溶剤をかけてつけ置きしてとか言っても1回じゃ取れない時とかもあって、やっぱりそれを 2,3 回繰り返してやっと虫が取れるとかっていう時もあるんで、高圧だけであそこまで取れるのはだいぶなかなかないという。だいぶいいです。やっぱり安いコーティングっていろいろあるじゃないですか。けど今回もそうですけど、1ヶ月洗ってないっていう感じだったじゃないですか。その猶予が違って、その水垢が定着するまでとか、今回それでもめちゃくちゃ綺麗だったじゃないですか。でもこれが例えばちょっと安めのコーティングのエントリーモデルとかだと、なんかあれ結構水垢ついてるな今これで拭き上げ終わりです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごいっすね。いやピカピカですね。ピカピカですね。でさっきあったトリフの後も陥没もしてなくて、めちゃくちゃもう分かんなくなりました。まあコーティングの上に乗ってたから陥没せずに。ただこれがやっぱりエントリーモデルとかだと陥没しちゃってると思います。陥没するとあれですか、その塗ったコーティングの層もちょっとえぐれるというか。そうですね。そうなんだ。えぐれちゃってて、最悪の場合塗装までえぐれちゃってるっていうことがあるので、やっぱり質のいいコーティングだとこんな感じで防げる上に乗ってるだけで防げるっていうところですね。やっぱその分高いだけあるってことですね。そうですね。そうよく言われるんですよ、僕らでも。高いのと安いの何が違うのみたいな。そうなんですよ、僕もよく思ってて何が違うの、塗ってんの一緒でしょみたいな。耐久が違うだけじゃないのみたいなこと言われるんですけど、やっぱり性能がこう全然違うんですね。その使ってる薬剤も違うし。まあ高い理由はそこにあるという。そうですね、完全にそこです。めっちゃ綺麗だな。いやツヤツヤですね。ですね。めちゃくちゃ綺麗ですね、この車。最初気になってた汚れとかもう全部なくなっちゃいましたもんね。ツヤやわ。結構スイスポは湾曲が多いんで。そうですね、ボディの横とか結構すごい歪んでるんですけど何でしたっけ、サイドプレスじゃない、なんてボディプレスじゃないし、なんとかプレスラインか。プレスラインです。僕も今出てこなかった。そうなんかプレスラインがどうこうって言ってはったんで、オートメッセの時に。いや綺麗ですね。ありがとうございます。めっちゃ綺麗ですね。こちらこそありがとうございました。いやちょっと置いて帰りたいですけどね。台車出しましょうか。いや台車で帰ろうかな。あんま乗りたくないですね、こんな綺麗になったら。いやツヤツヤやわ。ツヤツヤ。ホイールもピカピカになりましたね。ホイールもそうですね。ホイールも表していただいたので。タイヤも綺麗になって、なんか水飴みたいになってますもんね。じゃあ今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。
今日やった洗車のコースどんな感じかちょっと説明してもらっていいですか？今日は、一応 3PH 洗車っていう洗車をやったんですけど、普通のその下にスタンダード洗車っていうのがあって、 3PH 洗車はアルカリと酸と中性を使って洗うで、汚れにさまざまな汚れに対応したそのシャンプーを使うっていう感じなんですけど、コーティングの軽メンテナンスっていう感じのガラスコーティングのメンテナンス用とにはなってくるんですけど、別に普段してもその汚れの蓄積は防げるんで、でも汚れの防止を防ぐための洗車、蓄積を防ぐための積もってる汚れを一旦リセットする洗車みたいな感じですよね。これ逆にあれですか、ガラスコーティングをしてない車に対してもいけるんですか？全然いけます。いけますけど、やっぱりガラスコーティングしてない車だと、蓄積のやっぱり量というか、そうですよね、質というかが違うので、3PH ではあんまりその取り切れるってことはないかなっていう。なるほどなるほど。そういう場合どうなるんですか？そういう場合はうちまた別の上の洗車、デトックス洗車とかデトックスプラスとかではあるんですけど、そういう場合はもう一旦普通に洗って特殊な溶剤使って、専用の溶剤を使って白いブツブツの水シミですかとか、なんかもう黒い垂れてあれがもう取れないとか、ありますよね、取れないとかあるじゃないですか、ああいうのを専用の溶剤で取っていく洗車があって、それがデトックス洗車っていうのと、その上にデトックスプラスっていうのがあって、そのデトックスプラスの方は今度もうそれの細部まで入ってる版みたいな、ドアのヒンジからエンブレムの周りとか、ヒンジまで行くんですね。そうめちゃくちゃ細かいじゃないですか。とかグリルの中とかまで全部行くっていうのが2種類上にあって、その下に今度スタンダードが今の 3PH の下にスタンダードがあるって感じですね。スタンダードは酸性がない版って考えてもらえればいいんですけど、アルカリかけて虫汚れ、油、砂を一旦完全に落として、洗車傷の原因になるやつ全部落としてから中性で洗うんですけど、あと細部洗浄がないですかね。筆でやったじゃないですか。細かいところですね。あれがないのがスタンダードで、ホイールは両方ともやりますし、そうなんですね。なんで細部と酸性がないのがスタンダード感じですかね。洗車以外は何かやってはるんですか？洗車以外は研磨とかコーティングはもちろんやってますし、室内の清掃とかも結構幅がいっぱいあったり、簡易室内清掃から徹底的にやる室内清掃まであったりとか、ヘッドライトのリペアとかもやってます。黄ばんだやつを皿みたいに新品に戻すみたいな。そうですとか、なんかクラックって言って結構ひびが入ったようなとかも直したりとか。そうなんですね。そういうのもやってはる。もうやってますし、あとあれだ、スマホとか小物のコーティングとかもやってます。お店の予約方法とかって LINE ですか？ LINE もあるし、SNS からでもいいですし、 DM。 ただやっぱり LINE の方が空いてる時間とかは分かりやすいと思います。 LINE で予約っていうのを押すと埋まってる時間が出てくる感じ。そういうことですね。スケジュール見れるってことですね。そうです。なんで LINE の方が予約はしやすいかな。わかりました。じゃあ皆さん LINE でお問い合わせお願いします。お願いします。SNS、各 SNS、各って言っても X と Instagram メインでやらせていただいてるんですけど、そちらも普段の洗車の様子とか、その店主の人となりとか分かると思うんで、日々更新してはるということで、日々更新してるんで、ぜひ気になる方はフォローよろしくお願いします。わかりました。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。こちらこそです。はい、ということでこれでプロの洗車方法は全て理解できたはずなので、あとは道具を揃えるだけ。正直ここでケチって安い洗車用品を買ったらこの動画を見た意味ないし、結局後から絶対にいいのが欲しくなるので、動画の下にある概要欄に世界中のプロが愛用する絶対に買って失敗しない洗車グッズをまとめたので、必要なものを揃えて明日から傷がつかない洗車をしてみてください。もし自分でやるのがめんどくさいって方は、岐阜のニューフロッグさんでプロの洗車がどれほど異次元なのか実際に体感してみるのも間違いなく今後の洗車の参考になると思うので、ぜひ一度行ってみてください。ということで今日はこの辺で、最後までご視聴いただきありがとうございました。